Hey guys! 皆さんこんにちは。靴修理ラジアンの杉浦です。今回は前回、前々回の動画に引き続きエンジニアブーツのソール交換カスタムの続きをやっていきたいと思います。前回の動画では新しい靴型を入れて釣り込みしてイラスト完了っていうところまでお送りしました。今回の続きではね、釣り込みしたブーツをウェルティング、すくい縫いしてね、新しいウェルトをつけて新しい靴底、ソールを取り付けて完成まで持っていきたいと思います。それではレッドウィングのエンジニアブーツ修理している様子をご覧ください。はい、それでは作業に入っていきたいと思います。今回はすくい縫いウェルティングからですね、まずすくい縫いするための糸作りから始まっていきます。9本よりの太い麻糸を使うので、太すぎてちょっと針穴に入らないんですね。針穴に入るようにするためにこんな風に9本よりの麻糸をわざわざよってあるのをまたばらしてですね、先端をこんな感じで細くして一本一本細くしてまたまとめると、糸先がなんとピーンとしたね細い糸先になるんですよね。そんなわざわざ一手間かけて糸先を作ってという糸作りからスタートしています。今はね、これはチャンという松ヤニを縫い付けています。ほどけにくく、さらに丈夫な糸になります。細くなった糸先をこんな感じで、これでようやく針穴にね通るんですよね。針と糸を取り付けたらウェルティング、すくい縫いをやっていきます。もうすでにね何針か縫い上げています。こんな感じにねウェルトを縫い付けていきます。拡大してみるとこんな感じ。奥の方にね糸が見えますかね。見えにくくてごめんなさいですけれども、それでは続きの部分を縫っていきたいと思います。すくい切りというね、こういった切り状の曲がった切り状のものを使ってこんな感じで穴開けて、穴が開いた部分に先ほど作った針と糸、こちらを通していきます。片側だけ針をつけてではなく、両側から針をつけて両方からね縫い上げていきます。こんな感じでクロスしますので、ぐっと引っ張ってしっかりと縫い付けますね。全部縫い付けるとこういう感じの雰囲気になります。しっかりとね手縫いでウェルトが縫い付けられました。ウェルトが縫い付け終わったら、かかとのねパーツを取り付けてシャンク、今回はねもともと取り付けられていたレッドウィング純正のスチールシャンクを取り付けていきます。シャンクが取り付け終わったら、この後コルクを溝の部分に詰め込んでいきます。粒コルクをね、コルク用の接着剤で練り込んだものをこんな感じで充填していきます。全部詰め終わったら乾燥するまでしばし待機ですね。はい、それでは先ほどコルクを詰め終わったエンジニアブーツ、コルクがね現在乾燥しているので、この後、アウトソールを取り付ける準備ができたところになります。今回なんですけれども、本人の希望でレザーソールの靴が欲しいなということなので、レザーソールを取り付けることになっています。エンジニアブーツといえばね、ビブラムソールをメインとしたラバー系ソールを使うことが多いんですけども、今回のようにねレザーソールでのご注文もたまにいただきますかね。
レザーソールを取り付けるとこんな感じになっちゃいます。この作業をね、取り付ける作業を今から進めていきます。レザーだとこんな感じになります。今回ウェルトがね、だいぶ幅広いですよね。純正のものより幅広いウェルトにとりあえず交換してありますので、この後ソールを取り付けた後、出し縫いアウトステッチをかけていくんですけれども、純正とは違ってね、この広さならダブルで縫い付けること可能です。ダブルステッチのレッドウィングどうでしょうか。ダブルステッチ好きな方もね、いらっしゃるかと思うんですけど、ダブルステッチにするメリットとしてはなんだろう、かっこいいってことですかね。ダブルステッチかっこいいですよね。ただデメリットとしてやっぱりどうでしょう、どうしてもね、2本ラインの2本ステッチが入るので幅広くなっちゃうんですよね。この小刃の張り出し、この小刃の張り出しがね、幅広くなりすぎて、存在感あってかっこいいかなとは思うんですけど、そういう方はシングルならばね、1本縫いが1本ならばこの小刃をね限界まで削り込めるので、よりシャープな感じのシルエットになるかと思います。今回はね、どうせならね、シングルダブル両方見本として片方ずつ違うのを縫って、お見せしたいところなんですけど、今回本人の希望では、シングルでシャープな方っていうことなので、2本のねダブルステッチの存在感あるエンジニアブーツっていうのはまたの機会ですね。それでは反対側のエンジニアブーツ、こちらですね。こちらの方にレーザーソールを貼った後はミシン掛けしていきたいと思います。今回使っていくレーザーソールはこんな感じですね。比較的厚みのあるものになります。 5mm 以上あるかな。こちらのレーザーソールを使っていきますね。貼り付けるための接着剤を塗っていきます。当然靴の方にもね接着剤を塗っていきます。接着剤を靴とソール側両方に塗って乾燥したので、早速貼り付けていきたいと思います。はい、それではしっかり圧着ができたので、余分な分がねだいぶありますよね。周りを切り出していきたいと思います。それではこんな感じで粗立ちができました。小刃がねボコボコとしているので、今からあちらのグラインダーできれいに削り上げて、削り終わったらミシン掛けをしていきたいと思います。はい、それではレザーソールが取り付け終わったのでミシンで縫い付けていきたいと思います。つま先の部分にね動画では撮影してないけど、今回トゥーラバー仕様でゴムを取り付けてあります。一緒に縫い上げていきます。はい、それではレッドウィング2268、現在こんな感じになっていますね。靴
靴底をね、ウェルトも取り外しての全解体、中底も当然取り外して新しい靴型をぶち込んでスチールドゥーも抜いてあるので、リラックスと釣り込みをして、その新しい靴型の形にねちゃんと沿うように釣り込みをして、新しいウェルトを取り付けるウェルティング、すくい縫いも完了して、新しい靴底を取り付けてソールの縫いが完了したところですね。それではあとはヒールを取り付ければ、ここ今接着剤塗って色変わってますね。この部分にヒールを取り付けてグラインダーで削り上げて形状を整えたら、いよいよ完成になります。それでは作業再開していきますね。新しく取り付ける革の積み上げ3枚、今回は3枚の積み上げを使いますね。トップリフトにはこんな感じのビルトライト、こんな感じの3枚の積み上げと、こちらのビルトライトのトップリフト、こちらを使っていきたいと思います。こんな感じですね。取り付けるために接着剤を塗っていきます。釘でもね、後で長い釘でもしっかりと打ち付けて固定していくんですけども、接着剤も塗って接着剤でも固定してがっちりと取り付けていきます。乾燥して温めて接着剤がくっつきやすくなった状態で取り付けていきますね。革の積み上げが取り付け終わったら、トップリフトを取り付けていきます。はい、それでは靴修理の全工程が終了して、いよいよレッドウィングのエンジニアブーツが完成しました。それでは完成したレッドウィングエンジニアブーツ2268ですねの姿をご覧ください。はい、それでは完成したエンジニアブーツの姿をご覧になってもらって、さらに、今回ねスタッフの私物っていうことだったので、本人にね試着している様子もご覧いただきました。やっぱりね靴だけ単体で完成した姿を写すよりも履いてもらってた方が動画映え、写真映えしますね。やっぱり靴っていうのは使われてなんぼだなって思いますね。まあ洋服も一緒かもしれませんけどね、やっぱり靴単体で見てもね、かっこいい靴はそれだけでもかっこいいんですけど、イメージがね湧かないんですよね。今回のような感じでやれてよかったなと思います。今回は3回に分けてね随分と引っ張らさせていただきました。リペアの内容もね盛りだくさんで、通常のソール解体して新しい靴底を取り付けるだけではなく、
中底も交換したし、ウェルトも交換してね、さらに新しい靴底を使って釣り込み直してリラストなんていう工程もありました。今回使った靴型はブーツラスト、当店が持っているブーツラストの中でも比較的レッドウィングのものに近いもの、タイプのものなので、ウエストあたりは絞り込んであるので、そこら辺はシャープになってると思うんですけど、横幅とかね、つま先あたりは比較的ポコンとなっているタイプなので、よくリラストっていうとね、つま先がナローな感じでシャープなものを使う場合が多いんですけど、ヴィンテージの風合いを出すとかね、そういった感じではなく、今回は比較的レッドウィングの純正に近いタイプのものを使って、リラストしました。もちろんね、ヴィンテージっぽい雰囲気出したいとかそういうことであれば、つま先がもう少しシャープなものとかね、ご用意ありますので、その都度、雰囲気を伝えていただければ、こういうラストありますので、こんな感じならばできるかもっていうご提案させていただきますので、リラスト自体ね、そこまでやる方もなかなかいないんですけれども、大事にしているレッドウィングでもう中底もバキバキに割れちゃってて、もう靴底の交換だけじゃなくてベルトも中底も交換っていう大手術をしたいっていう方はね、ぜひぜひ。それでは最後になりますけれども、お店の宣伝ちょっとだけねさせてください。当店ね、店頭での修理、カスタム受付だけでもなく、宅配での修理やっております。毎度のことですみません。下の方の概要欄にお店の住所、お問い合わせ先、電話番号など書いてありますけれども、それ以外にもメールでのお問い合わせや、こんな公式 LINE アカウントを作成してお問い合わせ随時受け付けております。下の方の概要欄の方にね、オンラインでの質問箱みたいなのも用意しておりますので、そちらの方で記入いただいても大丈夫です。都合のいい方法で、こんなことできるのかなとか、こんな修理できるのいくらぐらいとか、お気軽にお問い合わせいただければなと思います。何度も言ってますけど、現在コロナウイルスが大流行して外出なかなか厳しい方もいるかと思いますので、宅配修理を上手に利用して大事な靴、お気に入りの靴を修理していただければなと思います。当店では税抜き修理代金1万円以上の場合、片道送料、返送時の送料をねサービスさせていただいておりますので、ぜひぜひ当店をご利用いただければなと思います。それでは今回はこんな感じでレッドウィングエンジニアブーツ2268ですね、3回に分けてお送りしました。次回の動画もまたお楽しみいただけたらなと思います。こんな感じでラジアン杉浦でした。また見てくださいね。バイバイ。